こんにちは、What's up? 忍者パニーズポッドキャストへようこそ。忍者先生です。皆さん、今日も日本語の勉強お疲れ様です。頑張っていますね。このポッドキャストでは、優しい日本語で便利なフレーズや日本の文化を紹介しています。今日は私の誕生日について話します。それでは始めましょう。はい。そして今日のポッドキャストの最後、私のプライベートレッスンのトライアルレッスンについても話します。なので、忍者先生とプライベートレッスンしたいと思っている人はぜひ最後まで聞いてください。はい。じゃあまずは、11月19日、私は誕生日でした。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんにクイズです。私は何歳になったと思いますか？じゃあ3つちょっとオプション、チョイス、選択肢あります。1つは21歳、2つ目は26歳、3つ目は29歳。何歳だと思いますか？難しいね。はい、正解は29歳です。はい、まあ29歳大丈夫です。嬉しいです。はい、今日のポッドキャストでは、1つ目、私は誕生日に何をしましたかについて話します。それから28歳の振り返り、28歳はどうでしたかについて、そして3つ目は、29歳の目標について話します。 OK、 じゃあまず誕生日、11月19日に私は、指輪を自分で作りました。これです。私はね、指輪が好きでアクセサリーをよくつけるんですけど、この指輪をカン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 って自分で作りました。楽しかったです。綺麗な指輪ができました。それからその指輪は鎌倉で作りました。鎌倉はちょっと小さい京都みたいな場所です。私の家から電車で25分ぐらいかかります。近いですね。で、鎌倉で指輪を作って、その後、綺麗な神社に行って、そして夜ご飯を食べました。夜ご飯はステーキを食べたり、私の大好きなサーモンを食べたり、あとアメリカで買ったワインを飲んだりしました。美味しかったです。もちろんケーキも食べました。私は何味のケーキが好きだと思いますか？今日はクイズ多いですね。はい、ショートケーキ、モンブラン、チョコレートケーキ。はい、私はモンブランが大好きです。甘い食べ物は全部好きですけど、モンブランを見たらいつもモンブラン食べたいと思います。今回もモンブランのホールケーキを食べました。ケーキは家の近くのショッピングモールの中のケーキ屋さんで買いました。はい、本当に美味しかったです。そんな感じですね。それが私の誕生日でした。で、実は誕生日の日じゃないんですけど、
11月22日、23日、24日、この3日間、私は金沢に行きました。金沢はちょっと日本の北にあります。金沢もなんかね、小さい京都みたいな昔の日本の町が残っています。とても綺麗な神社とか庭園とか、古い町の道の観光地があります。そう、私はそういう場所が大好きです。京都とか鎌倉とか金沢。皆さんも日本に旅行するときはぜひ行ってみてください。で、金沢に行って、着物を着ました。着物を着て金沢の街を散歩したり、神社に行ったり、美味しい食べ物を食べたりしました。はい、金沢でもたくさんビデオを撮りました。だからね、ちょっとビデオを編集して早く YouTube にアップロードしたいです。でも9月に行った秋田のビデオもまだ編集が終わっていません。頑張ります。Vlog スタイルのビデオは編集が本当に難しくてちょっと時間がかかりますね。皆さん楽しみにしていてください。秋田と金沢の Vlog アップします。はい、じゃあ私の誕生日の話はこんな感じです。次、28歳の振り返りですね。28歳は本当に自由な1年でした。自分のために時間を使ってお金を使ってみたいなね、本当に楽しかったです。最高の1年でした。特に、一人旅ができるようになりました。前にミク先生とコラボのポッドキャストビデオを作りました。皆さん見たことがありますか？ちょっと貼ろうか。このビデオです。ミク先生と話したとき、私は一人旅が好きじゃないです。できません。と言っていました。でも28歳はこの一人旅にたくさんチャレンジしました。例えば、今年の1月と2月、2ヶ月間、私はタイに一人で住みました。タイのチェンマイですね。はい。一人旅本当にちょっと怖かったですけど、でもチェンマイがとてもいい場所で、私は一人旅がちょっと好きになりました。で、チェンマイの後バンコクに行って、バンコクの後、マレーシア行って、その後セブに行って、韓国に行って、4月に日本に帰ってきました。そんな感じで、海外で一人旅たくさんしました、ね。だから今は一人旅できます。まだ友達とか家族と一緒に旅行する方が好きですけど、一人旅できるようになったのは本当に嬉しいです。28歳の私頑張りました。はい。あとはちょっと待ってね。メモ。そうですね。引っ越しもしましたね。28歳でこの新しい家に引っ越しました。これも嬉しかったです。はい。そして、もう一つ。28歳の時はね、私はオンラインの生徒さんにたくさん会いました。もう何人会ったか分かりません。たくさん会いました。ちょっとこれも写真載せたいですね。はい、ポン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 。はい、いつもオンラインでレッスンをしています。だからオフラインで直接生徒さんに
会う瞬間が私は本当に大好きです。日本で会うとき、いつも一緒に勉強した日本語を使って、話してくれたり、あとレストランとかカフェで頑張って日本語で注文してくれたりします。その生徒さんを見るのが私は本当に大好きです。ね、29歳もたくさん私の生徒さんに会いたいです。ね。はい。あと今思い出したんですけど、アメリカの旅行も、28歳の大きなチャレンジでしたね。ずっとアメリカに行ってみたかったです。そしてやっと今年行けました。はい、それも、頑張りました。だから28歳で私は後悔が全然ありません。たくさんチャレンジできた、いい年でした。はい、じゃあ、でもまだまだ新しい目標があります。次、3つ目のトピック。私の29歳の目標について話します。29歳はもっとお仕事頑張りたいと思います。28歳はね、ちょっとたくさん旅行してすごい自由な1年だったので、29歳は働きますはい。で、具体的にはプライベートレッスンもう少し生徒さんを増やしたり、あとオンラインコースを作ったり、あと日本語の先生をサポートする仕事も頑張りたいです。はい、で、プライベートレッスンですね。はい、じゃあどうしようかな。このビデオがアップロードされた次の日に私のプライベートレッスンのトライアルの予約のカレンダーをちょっとオープンしたいと思います。もうね、ずっと新しい生徒さんを取っていませんでした。でも今回ね、せっかく誕生日だし、皆さんいつも応援してくれているので、少しだけ、3人5人多くて7人できるかな、わかんないけど、5人ぐらいですね、新しい生徒さん増やせます。スロットあります。はい、なので、どうしようかな。日本の土曜日の朝、アメリカとかの金曜日の夜くらいに私のトライアルレッスン予約できます。なのでこの YouTube の概要欄ディスクリプションのリンクぜひチェックしてみてください。はい。で、本当はこのビデオ見てくれている皆さんとプライベートレッスンしたいです。でもちょっと時間がね足りません。だから、ビデオコースも作っています。はい。で、そのビデオコースを見たら、このポッドキャスト多分 90% くらい分かります。なのでとても、分かりやすい楽しいビデオコースを今作っています。だからね、それも楽しみにしていてください。 OK。 はい、そんな感じ。あとは日本語の先生にどうやって、SNS で生徒さんゲットしますかとか、どうやってオンラインで教えますかというアドバイスをする仕事も今年は頑張ります。なので多分少ないですけど、日本語の先生でこのビデオを見ている人はぜひ連絡してください。はい、 OK。 じゃあそんな感じかな。はい、そして最後に、皆さんここまでビデオを見てくれてありがとうございます。実は、ちょっと前にね、インスタグラムではこういう私今日誕生日ですみたいな、皆さん誕生日メッセージありがとうみたいなストーリーをアップしました。で、この時にいろんなフォロワーさんから
先生に誕生日プレゼントを送りたいですとか、ちょっとお金をサポートしたい、送りたいですとかいうメッセージもらいました。ありがとうございます。それから生徒さんからはね、こういうギフトカード、お金じゃないけどなんかギフトカード、アマゾンだっけ、アップルのギフトカードをもらったりしました。で、私から言うのはちょっと恥ずかしいんですけど、皆さんね、今ここまで私のポッドキャストを聞いてくれている人はいつもね、私のビデオいろいろ見てくれている人だと思います。だから言いますはい、変な意味じゃないんですけど、もし私に誕生日プレゼントを送りたい、先生をサポートしたい、もっとポッドキャスト頑張ってほしいと思ってくれている人がいたら、お金を送れるようにちょっとね、リンクをこれも概要欄に貼っておきます。そのリンクからお金が送れます。そして送ってくれたお金を使って私はポッドキャストマイクを買いたいです。新しい家に引っ越した後、ちょっとね、部屋が広いからで物が少ないから、ちょっとマイクのクオリティが下がったと思っています。もしね、マイクを持ってこうやって話したら大丈夫なんですけど、私はジェスチャーが多いので、こういうポッドキャストマイクを使ったりしたいと思ってます。なので、皆さんが送ってくれたお金を使ってポッドキャストマイク買います。はい、だからね、先生もっと頑張ってとかね、いつも見てますという人はぜひ概要欄のリンクからお金を送ってくれたら本当に嬉しいです。で、お金を送らなくてもぜひね、コメントで先生誕生日おめでとうとか、いつも見てますとか、誕生日メッセージ送ってくれたらそれも本当に嬉しいです。みんなのメッセージ楽しみにしています。はい、じゃあ今日も、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。そして29歳の忍者先生もよろしくお願いします。はい、じゃあ終わりましょう。次の最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードで一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。それではせーの、ニンニン、またね。よし、長いね。